皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はマイクロエースの4代目 M2 を制作です。早速どんな車なのか調べて完成イメージにつなげていきます。 M2 はトヨタが1968年から2004年まで製造販売していた車で、もともとはコロナという車の高級版としてコロナ M2 という名称でした。モデルチェンジごとに大型化と高級化が進み、5代目から M2 のみの故障となり、姉妹車のチェイサー、クレスタとともに M2 3兄弟を形成。ハイソカーブームの中心的存在として人気を集めました。キットのモデルである4代目は前身である3代目、通称ブタメからのモデルチェンジで、デザインがガラリと変わり、2ドアハードトップが廃止され4ドアハードトップが登場。1980年から1984年の約4年間、セダン型、ワゴン、バンとともに販売展開されました。エンジンは直6 2.8 リッターに2リッター、2リッターターボ、直4 2リッターと 1.8 リッターにディーゼルターボなど幅広いニーズに応えるべく展開。ハードトップのグレードは最上級グレードであるグランデに LG、GT など7つのバリエーションがあります。外観はウレタンバンパーが幅広いグレードに標準装備。また前期型と後期型では特にグリル形状が異なり、後期型はイーグルマスクとも言われました。グランデのインテリアは豪華なソファーのようで、他にも録音機能がついたステレオやオートエアコンなど豪華装備が整っていたようです。早速まずは仮組みからです。キットのパッケージとしては簡素化されたシンプルなシャシーに足回り。シャシーこそ簡素化されていますが、足回りはノーマル式とローダウン式が選べる仕組み。ホイールはノーマル形状とチューニングタイプのホイール2種類が封入。タイヤは太めです。前後のホイールはそれぞれシャフトを差し込むタイプで、リアはブレーキなどがモールドされたパーツは付属していません。インテリアはふかふかなソファーのようなシートがしっかり造形されていて作りがいがありそうです。内張りはボディに接着するタイプ。ウィンドウの組み付けは問題なくできそうで、シャシーとボディの組み付けは少しきつめでした。ボディは特に違和感もなく直線的で高級感あふれる M2 がしっかり再現されており、少ないパーツ構成ながらシャキッとした完成度の高いエンドを迎えられそうです。足回りはノーマルで組み上げても低すぎると感じたので、試しに手持ちの自作ホイールをあてがってみたところ、サイズ感はバッチリ。少し車高を上げノーマルホイールを作り込み仕上げていきたいと思います。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。次に筋彫りを行っていきます。
使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いてボディの調整加工です。まずはウィンドウモール外周に筋を入れ、後で作業するウィンドウモールの塗装の準備をしておきます。この筋に墨入れを行います。トランクのオーナメントは小さいので削除し自作とします。ボディ内側やウィンドウモール内側にはバリがあるので、ペーパーヤスリで削り落としシャープにしておきます。キーシリンダー部分とフェンダーミラー取り付け部分にはピンバイスで穴を開け、後の作業の準備を。フェンダーアーチにはメッキモール部分がモールドされていないので、 0.25mm のプラ材を接着しディティールアップしていきます。3箇所に分け、タミヤの瞬間接着剤で接着剤を薄く伸ばしながら少しずつ貼り込みます。残った部分はデザインナイフでカット。バンパーはパーティングラインがきついので、ペーパーヤスリで削り取り鳴らしておきます。これで高級車らしい見た目となりました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き捨てます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。